私たちは岐路に立っています。今こそ変革の時、崩壊しつつある社会構造を見直す時です。人類が生き延びるためには新しい社会モデルが必要です。楽園主義。楽園主義は労働が存在しない新しいタイプの社会の創造を目指しています。もっと仕事が欲しいと願う一方で、本当に欲しいのは自由や楽しみ、時間です。現在人が行っている仕事は近い将来すべてロボットを使ってよりうまく早く低コストでできるようになります。自動車の製造はすでにほとんどロボットが行っています。近い将来完全に自動化することも可能です。食料についても同じことが言えます。農場で生産された野菜はロボットによって収穫されます。それは今ある技術で可能です。消費者はオンラインで買い物をし、自動トラックがそれを直接消費者に運びます。サービスはすべて自動化されつつあります。ATM、オンラインショッピング、電話番号案内などがその例です。手術用ロボットもすでに人間の外科医よりも正確に作業を行っています。楽園主義はお金の必要がない社会を目指しています。必要とされるものはすべてコンピューターによって管理され、物が豊富に生産されるようになれば、お金の心配がなくなります。あらゆる形のものを製造できる機械はすでに存在しています。今日、これらの機械はすべての人に必要なものをほとんど時間をかけずにほぼ無料で提供できます。スパナからスポーツカーに至るまで、あらゆるものが要求に応じてその場で無料で作られます。楽園主義は今までのように科学技術が一部の人にだけ利益をもたらすなどということはさせません。資源や知識、技術は社会全体が所有することになります。機械やロボットはその労働の対価を必要としません。それらがすること、作るものはすべて無料にできます。楽園主義ではナノテクノロジーの開発が最優先事項の一つになります。ナノロボットはあらゆるものを原子単位で組み立てていくように設計されます。地面から直接抽出した原料を用いて食べ物を含むあらゆるものを複製できるようになり、好きな料理を作ることも可能になります。食べ物は私たちの好みの味や食感になるように合成されます。自然にある食べ物と全く同じか、それ以上のものになるでしょう。農場は自然の状態に戻るか、好みの外観に開発されます。雇用維持のためなら安月給だろうが全て許されるなどということはありません。労働はロボットに任せれば、より質の高い生活が今でも可能なのです。楽園主義は公開のない社会の創造を目指しています。利益を優先する現在の経済システムの中では、公開問題に関心が向けられません。関心が向けられる頃にはもう手遅れの状態です。楽園主義では人々、そしてあらゆる生命の健康と幸福が最優先事項の一つとなります。資源は主に地球の修復と保全のために使われます。それは人を殺傷する目的のすべての兵器の禁止と解体を伴う、速やかで完全なる非軍事化を実現させることでもあります。地球環境を守るために、まず人口増加を厳しく監視し、私たちの資源や技術が次世代を含め全人類の幸福を保障できるように、人口を維持する必要が出てきます。
ゴミの山に住むことにならないように、すべてのものが再利用可能、または自然に帰るようにする必要があります。使用後に素早く自然に帰る製品を製造業界が生産できるように、必要な部品や原材料をバイオ技術を発達させて開発していく必要があります。すべてのものは生物学的に作ることができ、少なくとも生物学的に吸収できるように作ることができます。楽園主義は病気のない社会を目指しています。すべての人が最高の医療を無料で受けられるようにするべきです。すべての生命は平等に尊いものです。科学研究は仕事ではなく趣味になります。研究者は自らの情熱、あるいは人類や社会に貢献したいという欲求から行動します。科学者や芸術家、また人々の健康や幸福の向上に貢献する人々は皆、その業績を認められ、時代のヒーローとなります。科学者はすべての必要な資金と物資を得て、必要な訓練を受けることになります。新たに発見された薬や治療法はすべての人に無料で提供されます。損傷した組織や臓器の再生を約束する幹細胞研究は強力に推進されます。研究が成功すれば、病気、遺伝、事故などによるどんな欠損や障害も治療や予防が可能になります。加齢を止めたり若返らせることも可能です。私たちが死を科学的に克服できるようになったとき、楽園主義は地球上に真の楽園を作り出すという最終目的に到達したと言えるかもしれません。楽園主義は政府が存在しない社会を目指しています。貨幣制度も政治制度ももう限界に来ており、同時に崩壊しようとしています。その結果、単一の世界通貨と政府が作り出されることになるでしょう。それは金融危機の解決法になりますが、お金と政府のない世界への通過点でもあります。未来の世界政府は人々を支配せず、貨幣、エネルギー、資源などの供給を管理・運営しますので、世界行政府という表現の方が適切です。楽園には国境がないため国が存在しません。警察も刑務所もありません。政府が存在しないため政治家もいません。人は奴隷やしもべや羊にされてはいけません。それは人道に反する罪です。人は自分自身以外の他人によって支配されてはいけません。人は自分の人生の主人であり、自分の運命の創造者なのです。人が調和的社会の中でうまくやっていけるのは政府があるからではありません。実際のところ、歴史は人民と政府との激しい対立の繰り返しです。人は自由を切望する生き物です。自分たちを支配しようとする権威に対して反抗するのは自然なことです。社会の調和を維持するためには、支配するという考えをやめる必要があります。人が自ら決断した結果をすべて自分で引き受けるという責任を権力者が奪ってはなりません。動物社会の大集団は政府なしで完璧に機能しています。アリ社会の女王アリには権力はありません。女王と呼ぶのは誤りなのです。そのアリの役割は
卵を産むことだけです。権力の座というものがないため、権力争いはありません。政府も法律も警察もありません。どのアリも自由に活動しています。これは協力の素晴らしい見本です。1匹が重いものを運んでいると、2匹のアリが手伝いに来ます。自由にあちらこちら動き回り好きなことをしながらも、集団の幸福に貢献し、個人の自由を犠牲にすることなく、社会から恩恵を受けています。互いに協力し合うのはアリには自然なことなのです。生まれつきの成功に従っているだけです。アリには政府も法律も必要ありません。あるのは自然の法則のみです。自然によって定められ、全生物の生活を調整する法則です。人間も社会の中で生きるようになっていますので、すべての人が本来協力し、互いを思いやり、愛し愛される素質を持っています。必要な時は自発的に一緒に働くでしょう。無秩序な働き方ではなく、その場にふさわしいリーダーのもとで働くでしょう。リーダーは支配するのではなく指導をします。リーダーはその素晴らしい指導力で人々が自発的に協力するよう導きます。いつの時代も管理する政府や権力者は自らの決定を人々に押し付ける必要があるため、常に人々を従順な羊にしようと懸命になります。政府には権力機構、軍隊、警察が必要です。強制なしでは機能できないからです。どんどん法律を作って人々をコントロールしようとします。楽園主義では指導者はいても権力機構はありません。強制することが何もないからです。すべてのことが自由意志に基づいてなされます。権力があるところには摩擦と抵抗が存在します。権力は人々の責任を取り上げ、自然の法則に従うのを邪魔します。その結果、現れるはずの自然の秩序が乱され、より多くの混乱が生まれます。楽園主義は娯楽社会、地球の楽園を作り出そうとしています。する仕事がなくなっても退屈にはなりません。個人や社会全体の幸福と開花を支援する数多くの活動が作り出されます。レジャー活動は今よりもっと発達し、しかも無料でできるようになります。人々は遊びたいと思っています。あらゆるところに運動場や遊園地が作られるでしょう。教育は無料になり、科学研究をしたい人や発明を通じて生活の質を上げたいと望む人々は励まされ、支援されるでしょう。人々はさまざまな芸術活動を行うための時間と資源を手にします。芸術家は皆のためにより美しく刺激的な環境を作り出していきます。お金が存在しないため、芸術作品はそれ自体の真の価値で称賛されます。芸術家は愛の行為として作品を友人や社会に提供します。交通機関は無料となり、誰もが人に会うためや風光明媚な場所を訪れるために旅行できるようになります。人々は自ら選ぶ方向に精神的に成長することを奨励され、幸福と調和のレベルを向上できるようになります。人は幸せで調和的な時こそ社会全体の幸福のために積極的に貢献できるものです。人々は一番楽しいことだけをするようになります。他者と交流したり、踊ったり、パーティーを開いたり、愛し合ったりなど、その他の分野同様、人々は持って生まれた性的指向の面でも何も強制されません。決められた行動規範に従う必要もありません。
他人の自由と選択を尊重する限り、自分の潜在能力と独自性を自由に表現し、望んだ人生を生きることができます。人々を解放し、地球上に楽園を作り出そうと私たちを導く力は誰にも止めることはできません。それは私たちの集団的無意識の中に深く根付いているものです。そもそも技術の進歩はそのためになされています。楽園は必ず作られます。古いシステムを改良するのは時間の無駄です。今こそ楽園主義を導入し、この世界を楽園にする時です。